なんで上がるんだろうなっつったら、もう位置取りなんですよ。もう上がるところにいるから、そこにいるから上がる。あとはワンタッチで来たボールが飛び込むのは、これはもうファインプレーだから。だからその辺も見てもらいたいなって。で一番多いのはレフトライトの普通のトスなんですけど、そうなるとブロックがこう揃うじゃないですか。こうレフトから打つわけですよ。レフトから2枚きれいに揃った時って、基本的ですよ、基本的にはブロックの内側から来る場合はこういうコースに来るわけですね。だからこういう、わかりますよね、こういうふうに来るわけですよ。だけどこのミドルブロッカーがクイックに飛んじゃったり1枚になった場合は、だからこれないから、要するにこう来るわけですね。ここも来る、ここも来る、ここも来るわけですよ。でその時に1枚になったっつった時にディフェンスはこういうふうに入ります。この覆い方になると、ここに打たれた時にこいつが行ったりこいつが行ったりこいつが行ったりするんですよ。だから今世界の主流のそのチームディフェンスっていうのは、1枚になった時に基本ですよ、基本はここにでかいマットがこうなるわけですよ。こうなるわけ。そうすると上がる上がんないは別にして、どこに行っても体には当たるわけ。例えば反対にミドルブロッカーが速いこと遅れちゃって、ここの間が空いちゃうっていうことがここに来るわけですよね。でここに来る、だから来る空間を必ず人で埋めていくと、上がる上がんないは別にしてノータッチで落ちるボールが減るんですよ。だから空いたここに入っちゃうんですよ。だからそういうことを確実に2枚についてはきれいにいったら、ここは1枚でいいわけですよ。こう抜けてくるのは。でそうなるとここワンタッチボールがあるから、ちょっとこう後ろ目に構えたりっていう。だそういうのがそのチームディフェンスっていうか、そういうふうになってるんです、世界のあれって。例えばよく日本なんかバックアタック、石川祐希とか高橋藍が入った時って1枚になりがちなんですよね。だから必ずこっちかこっちに打ってくるわけですよ。でそこに入るんだけど上回っちゃうんですね、スピードが後ろから行くから、あーって。でもね、入ってないチームもあるわけ。こうだからそういうチームは何もできてないっていう、その形、上がる形をいかに模索してデータを見て、この子はこうやってこう打ってくるからパッとここに効いてくるわけですよ。だからバレーって上がるべくして上がって、やっぱり上がんないよねそれじゃっていうことなんですよ。